1889年4月20日、オーストリア・ハンガリー帝国とドイツ帝国の国境の町ブラウナウで男の子が生まれました。アドルフ・ヒトラーです。父は政府で働く官僚で真面目な人物、母はとても優しい人物でした。実はこの2人の間にはアドルフの前に3人の子供が生まれていたのですが、それら3人は幼くして死んでしまっていたため、初めて無事に成長したアドルフは母から溺愛されて育てられていきます。一方、父は厳しい一面を持っており、しつけと称して殴ることもありました。こうしてアドルフは父を嫌い、母を慕うようになっていったのです。そんな父はオーストリア・ハンガリー帝国の政府の役人だったため、熱心にオーストリア・ハンガリー帝国を支持していました。そんな父を嫌っていたヒトラーは次第に反抗するようになり、その反抗の一環でドイツ帝国を支持するようになっていきます。オーストリア・ハンガリー帝国は多民族国家だ。ドイツ人やユダヤ人、スラブ人など様々な民族が住んでいる。しかしドイツは一つになるべきだ。オーストリアに住んでいるドイツ人たちはドイツに合流しよう。そのような考えを持っていたのです。国境の町で生まれたこと、オーストリアを支持する父に反抗したこと、そのようなことが重なり合って、ヒトラーはオーストリアの国籍を持ちながらドイツ人のアイデンティティを持つ人物になっていきます。そんなヒトラーの子供の頃の将来の夢は画家になることでした。自分には絵の才能があると信じていた彼は、芸術の都ウィーンにある美術大学を受験。しかし結果は不合格に終わってしまいます。まさか不合格になるとは思っていなかったヒトラーは次の年にも再受験。ところが2年連続で美大に落ちてしまったのです。しかもその頃、ヒトラーの父親はすでに死んでおり、母親も乳がんで死ぬ寸前でした。一生懸命看病したヒトラーでしたが、それも実らず母は死亡。18歳にして両親を失います。受験の失敗と両親の死、その2つによってヒトラーは不幸のどん底に突き落とされてしまったのです。こうして路頭に迷ったヒトラーは絵はがきを売って生活費を稼ぐというホームレスのような生活をするようになります。しかしそんなヒトラーを新たな問題が襲います。兵役です。この頃のオーストリアには20歳になった男子は兵役に就かなければならないという決まりがあったのですが、ヒトラーはオーストリアでは兵役に就かないと考えて、この決まりを破り兵役から逃れていたのです。ということでヒトラーは父の遺産を使ってドイツのミュンヘンへと逃亡。しかし当然ですが、オーストリアの警察が動きます。逮捕されたヒトラーはオーストリアへと連れ戻されますが、ホームレスのような不健康な生活を送っていたため、兵隊に入るための身体検査には不合格。結局兵役には就かず、ミュンヘンに留まることになったのでした。そんな時、ヒトラーの人生を大きく変えることになる出来事が起こりました。第一次世界大戦です。大戦勃発の知らせを聞いたヒトラーはまだ群衆の中の一人に過ぎませんでしたが、オーストリアの軍には入りたくない、ドイツの軍に入りたいと考えていたため、そのままドイツの陸軍に志願します。こうしてヒトラーは第一次世界大戦の前線へと向かっていき、軍隊の命令を伝える役割を持った伝令兵として西部戦線を駆け回りました。第一次世界大戦は簡単に言うと、イギリス、フランス、ロシアの連合国とドイツ、オーストリア、ハンガリーの同盟国との戦いです。当時のドイツは西にフランス、東にロシアという強国に挟まれた位置にいたため、挟み撃ちをされる不利な状況でした。ということでドイツは西のフランスに集中したい、東のロシアを戦争から脱落させようと考えるようになっていきます。そんなロシアでは戦争によって食料不足が起きており、民衆が政府に対して反発していました。これはチャンスだ。ロシアを内側から崩壊させよう。そう考えたドイツは当時スイスにいた社会主義者レーニンをロシアへと送り込みます。ロシアに到着したレーニンは民衆を率いて革命を指導。その革命によってロシア帝国は崩壊し、ドイツの思惑通り東部戦線は崩壊しました。こうしてドイツは西へと大攻勢を仕掛けていきます。しかし政府への反発が強まっていたのはドイツも同じでした。ロシア革命の成功を見たドイツ人たちは政府の言うことを聞かなくなっていき、政府がドイツ海軍の意地を見せると言って全軍に出撃を命令したところ、水兵たちが意味のない作戦だと言って激怒。レーテと呼ばれる革命評議会を組織し反乱を起こしました。ドイツ革命です。
この反乱は社会主義者を中心にドイツ各地へと広がっていき、ドイツ全土で反乱が発生。ついには皇帝であるヴィルヘルム2世も大位に追い込まれ、ドイツ帝国は崩壊しました。こうしてドイツ帝国が崩壊すると、ドイツでは革命を主導した社会主義者たちが力を持つようになります。もともとドイツの社会主義者たちは一つにまとまっていましたが、第一次世界大戦が始まった頃に戦争に協力するべきだと考える人々と、戦争はすべきでないと考える人々に分かれていました。これが社会民主党と独立社会民主党です。社会民主党は話し合いでゆっくりと社会主義の実現を目指そうという穏健派で、党首はフリードリヒ・エーベルト。独立社会民主党は革命で一気に社会主義の実現を目指そうという急進派で、党首はフーゴー・ハーゼでした。ドイツ帝国崩壊後に事態の収拾を頼まれていたのは穏健派のエーベルトでしたが、彼は話し合いで政治を行いたいと考えていたため、新しいドイツには議会を作ろうと考えていました。しかしドイツ各地で革命が起こっていくと、話し合いなんかしている場合じゃない、革命で社会主義を実現すると考える人々が増えてきて、急進派のハーゼの力が強まっていきます。これに危機感を感じたエーベルトはハーゼに対して、一緒に話し合いで決めていこうと提案しましたが、議会はダメだ、議会ではなくレーテが全権を握るべきだと考えるハーゼとは話がまとまりません。そんな状態で考えられた妥協案が、まずは社会民主党と独立社会民主党で連立政府を樹立する、そしてレーテが連立政府に政治を委任するという案でした。こうして樹立されたのが人民代表評議会です。この人民代表評議会が連合国との休戦協定に調印。第一次世界大戦は公式に終結しました。一方この頃ヒトラーは怪我をしており、入院中に敗戦を知ります。敗戦を知ったヒトラーは怒り狂い、後にこのように回想しています。すべては無駄であった。あらゆる犠牲もあらゆる労苦も無駄だった。果てしなく続いた飢えも渇きも無駄だった。しかも我々が死の不安に襲われながらなお義務を果たしたあの時も無駄だった。その時倒れた200万の死も無駄だった。祖国を信じてかつて出征していった幾百万の人々、こんなことのために兵士たちは死んでいったのであろうか。こんなことのために17歳の少年はフランドルの地に埋もれたのだろうか。その後数日にして私は自己の運命を自覚するに至った。私は政治家になろうと決意した。